はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。ホッピーってよく見かけるけど、なんだかよくわからないし、頼みづらい、そんな人も多いですよね。今回は動画にも何度も登場しているホッピーについて、ただ飲みながら熱く語る動画です。ホッピーを飲んだことある人も、ホッピーを飲んだことない人も、これから飲んでみたい人も、ぜひよかったら見てください。これを見れば、ホッピーで悩むことはありません。それでは早速、飲みましょう。これがホッピーです。ホッピーはホッピービバレッジが販売しているビアテイスト清涼飲料水です。これ自体がお酒だと思っている人いますが、ホッピー自体にはアルコールは 0.8% しか入っていません。基本的には焼酎をこのホッピーで割って飲みます。これが通称白ホッピーと呼ばれている一番定番なホッピーです。この外観のボトルはリターナブルボトルと呼ばれて、一般的に飲食店用に販売されています。廃棄せずにこの瓶を酒屋さんに回収してもらうと瓶代としてお金が戻ります。瓶ビールと同じ仕組みの瓶です。上の王冠がオレンジ色が白ホッピーの目印です。外観はこの後紹介する黒ホッピーと全く同じなので、冷蔵庫の中とかだと正直分かりづらいです。このホッピーの瓶のことを通称外と呼んで、焼酎のことを中と呼びます。すごく分かりやすく説明すると、ノンアルコールビールにアルコールを足して飲む感覚です。これが黒ホッピーです。白ホッピーとの外観の違いはこの王冠の色です。黒ビールをイメージした作りで、白ホッピーに比べると色も黒いのが特徴です。黒ホッピーを置いていないお店も多いので、あるとついつい頼みたくなります。これが55ホッピーと呼ばれる麦芽使用率 100% のプレミアムホッピーです。通称赤ホッピーと呼ばれています。白黒と違い、この赤ホッピーの赤は中身の色ではなく外のラベルにちなんで呼ばれています。あまりお店で置いてあるところは少ないです。これはワンウェイボトルでスーパーなどで取り扱われている家庭用のホッピーです。基本的に中身はリターナブルボトルと同じで容量が違います。リターナブルボトルは 360ml で、このワンウェイボトルは 330ml と少し量が少ないです。リターナブルボトルと同じように白と黒があります。中身は同じですが、リターナブルボトルの方が美味しいという人もいます。それではせっかくなので焼酎で割らずにホッピーだけを飲んでみましょう。ワンウェイボトルは中身は同じなので、今回は省略します。白、黒、赤の3種類を飲み比べてみます。ちなみに自分は夏場とか休館日はこのアルコールなしの状態のホッピーをよく飲みます。ビールのような苦味は少なく、料理の邪魔をせず飲みやすいです。さっぱりとしたジュース感覚で飲むことができます。まずは白ホッピーから。さっぱりしていて喉越しもよく飲みやすいです。ビールっぽさを味わうならノンアルコールビールよりホッピーの方が味も良くて好きです。ただアルコール 0.8% なので、大量に飲んだりアルコールの弱い方は酔う可能性があるので注意しましょう。次は黒ホッピーです。この香ばしいカラメルのような風味と程よい苦味が白ホッピーとは違って美味しいです。次は赤ホッピーです。プレミアムホッピーというだけあって上品なすっきりとした味わいです。白ホッピーに近く喉越しも良くてとても飲みやすいです。それではお次は焼酎を入れて飲んでみましょう。ホッピーは通常3冷と呼ばれる飲み方が推奨されています。キンキンに冷えたグラスと冷えた焼酎、冷えたホッピーのことです。ホッピーといえば焼酎は金宮が定番ですよね。金宮は特に癖がなく飲みやすいです。通常25度の香類で割るのが一般的ですが、今回20度の金宮しか冷えてなかったので20度を使います。お店では25度の金宮を使用しています。この氷を入れない飲み方はホッピーも薄まらずに美味しいのでとてもいいのですが、正直お酒の強い人や上級者向きの飲み方です。急いで飲まないとぬるくなるので、僕は数個氷を入れて飲むのが好きです。氷を入れることには賛否あると思うので、個人の好みでいいと思います。ちなみに同じようなビールテイスト飲料水で白水社のハイッピーがありますが、こちらの商品は氷を入れることを推奨しています。白ホッピーはさっぱりとした味わいなので焼肉全般とよく合います。特に油っぽい部位との相性は最強なので、てっちゃんとか白コロ、カルビなんかと合わせたいです。次は同じように黒ホッピーを作ります。ホッピーを注文するとホッピーと焼酎が来ます。ホッピーを飲み終わったらお店の場合中と呼ばれる焼酎を追加で注文します。ホッピー1本で中をたくさん飲めるとリーズナブルに飲むことができます。通常外1中2か外1中3くらいが飲みやすい量だと思います。上級者は外1中5とかそれ以上飲むつわものもいます。ホッピーの炭酸で混ざるので自分はあまりかき混ぜないのが好みです。
焼酎を入れることで一気に大人の飲み物になりますね。黒ホッピーは少し肌寒くなってきた季節とかにゆっくり飲むのに適しています。香ばしく苦味のある味わいなので、自分は濃厚な味噌だれ系のホルモンやカリッと焼いた千枚なんかと合わせるのが好きです。ちょっと焦げた感じのホルモンとこの黒ホッピーのコクのある苦味がよく合います。次は赤ホッピーを飲んでみましょう。あまりお店で置いてあるところは少ないですが、見かけたらぜひ飲んでみてください。ホッピーは1948年に発売されたのですが、当時はまだビールが高級品で、その代用品としてホッピーが開発されました。なのでホッピーは安いことが売りなのですが、この赤ホッピーは通常のホッピーより値段も高くプレミアムです。ちなみに飲んだ感想は、正直焼酎を入れるとほとんど白ホッピーとの違いが分かりません。ただ材料や製法は通常のホッピーよりも手が込んでいるので、そんな前情報があるとなんだかいつもより美味しい気がしてきます。実際それぞれを比べながら飲んでみましょう。やっぱり白ホッピーと赤ホッピーの違いは分かりづらいです。もしかして若干酔ってきてて味覚が鈍くなってるかもしれません。ネットでも違いが分かりづらいという声があるので、大きな違いはないのかもしれません。次はちょっと変わった飲み方をしてみましょう。グラスにウイスキーを入れて白ホッピーで割ります。最近はホッピーの公式ホームページでもいろいろな飲み方が紹介されています。梅酒で割ったり、ウォッカとかジンで割る飲み方もあるみたいです。ウイスキーのアルコールの強い感じがホッピーを入れたことで落ち着いて飲みやすいです。普通のハイボールに飽きたらホッピーで作るハイボールもいいですね。さっぱり系なので夏とかに良さそうです。レモンとかライムとかを絞っても美味しそうですね。さっきのアルコールを入れていないホッピーが余っていたので、次はホッピーのハーフ&ハーフを作ります。焼酎を入れたグラスにホッピーの白と黒を半分ずつ入れます。ビールのハーフ&ハーフの容量で作ります。黒ホッピーの甘さと苦さが白ホッピーで中和されてグビグビ飲みやすくなりました。ホッピーって注文して微妙に余っちゃうこともあるので、最後の締めに混ぜて使うのもいいかもしれません。最後はシャリキンホッピーを作ります。シャリキンホッピーとはシャーベット状の金味焼酎とホッピーを割る飲み方です。金味焼酎を凍らせてシャーベット状にするのもいいですが、最近はパウチされたシャリキン専用の焼酎も売っているので便利です。これだと氷で薄まることもなく、冷えた状態でホッピーが飲めるので夏の暑い日とかにおすすめです。このシャリキンを使えばレモンサワーとかもシャリキンで作れます。最近では関東以外でもホッピーを見かけるようになりましたが、やっぱりホッピーといえば東京の下町のイメージは強いですよね。浅草のホッピー通りはよく行っていました。限られたお店では生のホッピーを飲むことができるのが特別感あっていいですよね。いつか縁があればホルモン島田でも生のホッピーを期待です。ホルモンとか煮込みとのホッピーの相性はやっぱり最高です。ちなみにホッピービバレッジさんではホッピー以外にもクラフトビールとかにも最近力を入れているので、近々クラフトビールも飲んでみます。まだまだ時間があればホッピーについて語りたいですが、そろそろ酔っ払ってきたので今日は終わりにします。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ホッピーについていかがでしたか？ホルモン屋とかもつ焼き屋だと置いてあることも多いので、見かけたらぜひ試してみてください。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ごちそうさまでした。